近年増加の一途をたどる孤独死。警視庁の推計によると、去年だけで7万6千人を超える。だが私の兄が急死しまして、なかなか人に相談できなくって、自分の気持ちもどうしていいかわからなかった。こちらの女性はある日突然最愛の兄を失い、天涯孤独の身となったのです。本当に孤独なのは亡くなった人なのか、それとも。おはようございます。では本日はよろしくどうぞお願いいたします。お願いします。今回の依頼者は大阪市在住の40代女性。この部屋で一つ年上の兄を亡くした。はい。この場所で亡くなっていたっていうことを警察の方から連絡ありまして、2月でしたので、こたつに入って、こたつの電気ついたまま仰向けで亡くなっていたっていう説明でした。現場に駆けつけた依頼者が見たのは、兄の変わり果てた姿だった。部屋入った瞬間に、もう今までに経験したことのない匂いで、むくみがひどい状態だったので、私の知ってる限りの兄の状態ではなかったんです。ちょっと兄かどうかわかりませんっていうふうにその時は、お答えして、検視の方にお願いしました。とても怖い気持ちになりました。年間300件以上の現場を清掃する関西クリーンサービスにとって、こうした話は決して珍しくない。だがこの後、依頼者の言葉に亀沢は耳を疑った。2月に見つかったということですけれども、今1月の21日、本日1月21日ですけれども、2月っていうことですけれども、それは昨年の2月ですか？令和4年の2月ってことは、もう3年前。今、令和7年なんで。依頼者にとって年が近く、いつも優しい兄は特別な存在だった。大人になってからも何でも相談できる一番の良き理解者だった。そんな兄の突然の死。彼女には相談できる友人や親戚が一人もいなかった。業者に依頼する余裕もなく、愛する兄の体液の染みついたこの部屋を清掃した。この部屋にも入ってもらうっていうのができないぐらいの、自分でもとても辛い状況だったので、まず一人で近所に迷惑かからないように腐敗臭を自分で掃除しないといけないんじゃないかっていう気持ちになってしまったので、どういう気持ちで一人で亡くなってたんだろうとか、そういう心境になってしまって、なるほど。なかなか人に言えない、そういうことも言えるようなつながりがあればいいなっていうふうに、まさか自分がこういうことになってしまうっていう思っていなかったので、まさに孤立無援の依頼者にさらなる試練が襲いかかる。それは管理会社からの
一本の電話だった。私の気持ちっていうか心中を察するよりも、とりあえず払ってくれっていう。個人が生前、固定資産税や教育費など数百万円を滞納していたことが発覚。依頼者はお金を工面することができず、この物件は差し押さえられた。最愛の兄を失ったショックと遺品整理、そして多額の請求、すべてをたった一人で背負い込んだ依頼者は体を壊し入院。もうダメかもしれない。そんな時、テレビで見たのがあるドキュメンタリー番組だった。過酷な現場で真摯に依頼者と寄り添う清掃会社が紹介されていた関西クリーンサービスだった。それで思い切って関西クリーンサービスさんの方に、正直すがる思いで連絡した。勇気を振り絞って電話をかけた。依頼者の相談を聞いた電話口の担当者は最後にこう言ったという。どういう状況でも対応しますっていうことを言っていただいて、すごく嬉しかったです。どんな状況でも対応します。だからもう無理しないでください。あとは私たちに任せてください。そう語りかけたのは亀沢だった。前代未聞の方法で依頼者を救おうとしていた。問題となっている、管理費とか、教育費の滞納とか、あとは税金ですね、固定資産税の滞納分とかも、一旦こちらで立て替えさせていただいて、お支払いするので、それは物件の売買代金から、後ほど差し引いてということで精算させていただきますので、すべて解決できると思います。本当にお疲れ様でした。よく頑張ってこられたなと、すごい感心します。今日は、その大きな問題解決の第一歩として、こちらのお家の片付けですね、させていただきたいと思います。大金を立て替えるという大きなリスク。なぜ亀沢はそこまでして依頼者に手を差し伸べたのか。表情を見ていると本当に辛そうなお辛そうなお顔をされてて、もう本当に撮影中も何度も涙されていた状況だったので、これは何とかして助けてあげないとなと感じました。僕たちを頼ってきてくれたことがすごい嬉しいですし、どうしてもそれに応えてあげたいなと思いました。関西クリーンサービスのモットーとしてですね、お部屋の整理をしてあげることだけではなく、心の整理をしてあげるっていうことを一番重きに置いております。はい。作業開始から5時間ほどで不要品の回収を終えた。風内来編風用完全温盆差便食服毒地営南線小腸空尿運丹前上昇中。僧侶の資格を持つ亀沢が
供養する。即芸音本脳死に説法王の引退新徳読勝者。この場所では供養してなかったので、いつも暗くならないように明るいお花を持ってくれたんですけど、供養していただいて気持ちが楽になりました。ありがとうございます。きっとお兄様も天国の方で、成仏されると思いますので、全部巻きづらいと思いますやっと片付いて、安心して成仏してほしいと思います。結構大丈夫ですので、ありがとうございます。ご縁にですね、背を背けることは仏縁を閉ざすことに等しく、苦しみの中でですね、助けてほしいと助けを求めてこられる方に、僕たちができることであるならば、もちろんできること以上にですね、助けてあげるっていうことも、こちらももちろんなかなかカロリーも消費しますけれども、それが修行だと感じております。亡くなった時、個人が横たわっていた範囲の床板を剥がし、体液がどこまで浸透しているか確認する。剥がしてある。そうですね、この体液の部分ですね、はい。ちょっとこの辺りもそうなんですけど、はい。ちょっと一旦土間、はい。このコンクリートの目地のどの部分まで浸透しているかというのを確認にそう。はい。ちょっと剥がさせていただきました。はい。どうしても土間まで体液が浸透していると、はい。匂いが天候とか気候によって刺繍が上がってくるので、はい。そういう意味でちょっと剥がさせていただきました。死後2日で発見されたこともあり、体液の浸透は床板まででとどまっていた。全部すっきり片付けていただいて、とても迅速でびっくりしました。はい。徐々にございますけれども、ちょっとね、相続登記とかいろいろあるので、はい。ちょっとお時間はかかる作業にはなりますけれども、はいこのね、事案を解決するために、はい。僕たちも一緒に力を合わせてやっていきたいと思いますので、はい。頑張って、もうちょっと、はい。もう今までたくさん、もう今までむちゃくちゃ頑張っていただいているのはもうすごい分かっているんですけれども、もう少し最後、はい、お力振り絞っていただいて、はい。僕らを支えますので、頑張ってはい。いきましょう。最後までよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今お部屋をご覧になられてはい。どういった感想はありますか？こんなに明るいんだなっていうのが分かって、部屋がすっきりしたっていうのも同時に心がすごくすっきりしました。はい。私も自分の身に起こったことによって人事ではないなっていうことも思いましたし、こうやって相談できるっていうところがあるのは
すごい心強い気持ちです。ぜひ悩みを抱え込まないで相談していただけたらと思います。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。はい、ありがとうございました。3ヶ月後。本日、先ほど、司法書士の先生のお立ち会いの上、物件の売買契約と決済が完了いたしました。本当に先生ありがとうございました。気持ちの処分っていうのが大きかったので、全部気持ち、意識、取っ払ったっていう感じで思います。一番近くにいる身内が力になるっていうよりも、自分のことを知らないでやってくれるっていうのが気持ちは楽だと思います。依頼者は3ヶ月前とは見違えるほど晴れやかな表情だった。同じような悩みを抱えていらっしゃる方にメッセージなどもしございましたらお願いいたします。一人で抱え込まないで協力してもらって、自分も気持ちの変化も感じましたし、肩の荷が下りた感謝繰り返すのが大変喜ばしいので感謝です。ありがとうございます。先生、この度はありがとうございました。